この間私のワンピースを作って余った端切れ。これでお揃いの娘のワンピースが作れるだろうか。どうしよっかな。先日ワンヤード$2の激安生地でパターン作りの練習がてらワンピースを縫って完成させたのだけれど、それを見た次女が何そのワンピースとってもかわいい。私のもお揃いで作って。すぐ作って、同じのだよ。とお願いされてしまったのだ。確か前にも同じようなことがあったな。私がパジャマを縫ったとき、次女のは縫ってない事実を知って、今すぐ同じのが着たいと大泣き。その時も余った歯切れで、どうにかこうにか工夫して、次女のパジャマを完成させたんだった。今回も無事できるだろうか。余ってる布はどれぐらいあるのかな。私のスカートに使った水玉の生地はこれだけか。スカート分には足りないし、全くお揃いにはできなさそうだけど、工夫すればなんとかお揃い風ワンピースにできそうだね。前回中途半端な大きさの端切れを服にして学んだことは、パーツの多い型紙を使用すること。パーツが多い分裁断する時のおのおののパーツが小さくて済むから、小さな布でも容尺に収まりやすい。そういった点で言うと、私が先日作ったワンピースは、幸いにもチューリップスリーブで、袖が2枚のパーツに分かれているから、小さな余り布でも袖が作れそうだ。
裁断していこう。オレンジの水玉とチェック柄の生地、それと白ベースの黄色の花模様の生地、これらをうまく組み合わせてお揃いワンピースのように作ろう。型紙が収まるか一度生地に置いて、溶着を確認してから裁断していこう。チェックの生地が一番余ってるから、身ごろとスカートで使おうかな。いろいろ組み合わせておいて構想中。スカート丈は足りないかな。しょうがない。スカートは布目を横にカットして、裾はそのままこの耳の部分のフリンジっぽいのを生かそう。ワンピースの身ごろとスカートはすべてチェックの生地を使ったけど、もっとこの白地の生地を活かせたらお揃い感が増す気がする。バイアステープを作ってアクセントになるデザインにしたら楽しいかな。こんな少しの生地でもバイアステープに仕立てたら長くなれるね。バイアステープを作っていこう。中表に合わせて縫い合わせよう。今日はチョコレートフォンデュをしてみんなで楽しもう。
さあ仕立てていこう。後ろ身ごろのダーツを縫おう。肩を縫おう。チューリップ袖の袖口をバイアステープで始末していこう。まずはバイアステープと袖の裾を中表で縫い付けよう。カーブに切り込みを入れて縫い代を包むように折って端を縫い付けよう。前袖と後ろ袖を合わせてギャザーミシンをかけていこう。土手山にギャザーを寄せよう。袖下を縫おう。スカートの裾にさっき作ったバイアステープを縫い付けていこう。これがアクセントになるかな。ウエストにギャザーミシンをかけよう。前身ごろに前スカートを縫い付けよう。後ろ身ごろに後ろスカートを縫い付けよう。後ろ身ごろの背中心を縫おう。ファスナー付け止まりまでは粗い目のミシンで縫おう。背中心の縫い代にファスナーを縫い付けていこう。粗めのミシンを解いていこう。
ウエストの縫い代をバイアステープで包んでいこう。脇を縫おう。バイアステープで襟ぐりを始末しよう。襟ぐりに切り込みを入れよう。袖をつけよう。袖ぐりの縫い代をバイアステープで包もう。完成です。無事にお揃いワンピースができました。これぞまさにオレンジプリンセスだ。喜んでもらえてほっとした。